こんばんは、ゆうかです。今日は知り合いとサラベスというお店でランチをしてきました。ニューヨークの朝食の女王と名乗ってるだけあってとても美味しいです。手と比べてもわかるこの大きさ。サーモンもとっても肉厚です。横にあるスコーンもとっても美味しかったです。近くに店舗がある方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。で、そのまま遊びに行くのをこらえて先日 DMM から届いた人気のこのキットを今日は作っていきます。じゃーん、ハイグレードのケンプファーです。このモビルスーツ大人気ですよね。ずっと欲しいなと思って再販のたびに量販店に行ったりしてたんですけど、全然手に入らなくって今回やっと購入ができて本当に嬉しく思っています。今日はもう夜ですが今回も楽しんで作っていきたいと思います。それでは本編をご覧ください。早速開けていきます。ランナーは7枚、ポリキャップとビームサーベルのビーム部分、リード線とシールが1枚入っています。嘘です、2枚入っていました。この青は今まで作ってきたガンプラにはない青でとても綺麗です。説明書はハイグレードのいつも通りの1枚綴りとなっています。このキットの発売が古いからか各セクションが書かれてないみたいです。まあさすがに図面を見れば何を作ってるかはもうわかると思いたいです。まずはボディです。昔のキットだとちょっと番号が見にくい気がする。ボディのパーツは全部でこんな感じ。ハイグレードなのに細かいパーツまで塗り分けされているので完成が今から楽しみです。流線形のボディはザクやガンダムとは形状が違うだけでなく構造も違うのか作り方もこれまで作ってきたものとはだいぶ異なるなと思いました。そして何よりちょっと前のキットあるあるですがポリキャップが硬い肩の接続パーツをはめ込んで断面図はこんな感じ。そこに上から装甲をドッキング。パイプはジョイントパーツがこのように下に突起があるので半月型のはめ込むパーツの向きが決まっているみたいです。これは向きを間違えないようにしないと。私みたいに腕とか足を逆方向につけちゃうような方は要注意です。この穴に差し込むとよいしょ。ボディにつくバーニアは2つ。上につけるカバーの上部にポリキャップをつけます。この穴部分に武器を装備することができるようです。バーニアの上からカバーをかぶせたら、はい、ボディができました。今まで見たことのない流線形の形状でとってもかっこいいなと思います。特にバックパックがもう最初からくっつく作りなんですね。かっこいいです。次は頭です。頭はたったの4パーツ。少ない。ここでシールが登場です。さすがにここは塗り分けられないか。アンテナに白いシールをくるっと巻きつけます。物合いもシールなんですけれども小さすぎてなかなか貼るのが難しかったです。物合いのパーツをつけて前頭葉的なパーツをつけてアンテナをつけたら、はい、頭の完成です。3分もかからない。こちらも独特な流線形をしています。パーツ数が少ない割にはディティール結構細かいんじゃないかなと思います。物合いがとても小さいつぶらな瞳です。次は腕です。左右合わせたパーツがこんな感じ。ポリキャップの量が結構多いなという印象です。途中までは左右同じ作りみたいです。腕も丸みを帯びたフォルムではありますが構造としてはザクやガンダムと変わりない作りでした。意気揚々と組み立てていたんですがここで事件が。ちょっと音量注意です。やばいって。隣のお宅赤ちゃんがいらっしゃるんですけど赤ちゃんの泣き声は全然苦じゃないんですけどお母さんのあやす声が本当に苦痛すぎて早く引っ越したいです。切実に。肩関節は丸いフォルムをしています。これもなかなか見ない形状ですよね。一番画期的だなと思ったのが肩アーマーのこの黄色いパーツ。
多分バーニアだと思うんですけど、このように差し込んで挟むと3つが表に見えるようになっています。1個ずつバラバラのパーツじゃなくて1つのパーツとして作るのは面白いなと思いました。右上のスパイクはシールになってるみたいです。白のシールはさっきのアンテナとこのスパイクの部分だけなので、塗装がめんどくさい人でも部分塗装簡単にできると思いました。はい、両腕ができました。こちらが右腕、こちらが左腕でデザインが異なっています。全体的に曲線なフォルムでとても可愛いです。ここの目立つようなところにランナーの接続があってちょっと残念だなって思います。もうすぐ9時だけど小腹が空いたので、今日のおやつはハーゲンダッツのあふれるベリーバニラ&マカダミアです。これの抹茶は食べたことあるんですけど、こっちは食べたことないな。どんな味なんだろう。ちなみに抹茶の方はとても美味しかったです。よいしょ。わー、チョコレートとジャムとアイスが層になっています。早速いただきます。チョコレートとベリーのジャムがすごい相性がいいです。もう一口、よっこいしょ。朝ごはん上のやつ、めちゃくちゃ美味しい。今日とても暑いのでアイスがはかどります。甘いものは正義。これで後半も頑張れる。ごちそうさまでした。次は足です。両足のパーツは全部でこんな感じです。青とグレーだけで構成されてるみたいです。腕と同様に途中までは同じ作りみたいです。ネイルをしているとポリキャップが結構つかみにくい。この頃はもうお隣も静かになっていたので集中して作ることができました。足の作りはだいたいこれまで作ってきたものと同様だったんですけれども、足の付け根のパーツだけちょっと違いました。太ももの付け根の断面ですが、こんな形の見たことありません。他のモビルスーツとは一線を画す作りをしているんでしょうか。膝のパーツもこれまで見たことのない形です。これを太ももの付け根のパーツに差し込む。硬い。膝下のパーツに差し込む。足首のパーツとドッキング。はい、両足ができました。作りも形状も今まで見たことがないです。特別な機体ということなんでしょうか。ここのバーニアだけこういった単品のバーニアじゃなくて直接描かれたようになっているのはハイグレードなので仕方がないですね。最後に腰と接続パーツを組み立てます。こちらが腰のパーツ、こちらが接続パーツです。ここは本当にすぐ作れたんですけれども、組み立てたパーツをカメラに映すのを忘れてしまいました。すみません。はい、すべてのパーツができたので合体させてみます。おー、かっこいい。はい、ケンプハーの完成です。かっこいい。立ってるだけで存在感があります。モビルスーツのデザインもさることながら武器がたくさんあるってたまらないですよね。ロケットランチャーは膝外側にあるこの穴に装着。ジャイアントバズーカはランドセルの外側にあるこの穴に装着。ショットガンは腰のこの部分に装着と、それぞれ武器を本体に装備させることができます。武器を持った状態でポーズを取らせてみました。さっきの直立の状態でも十分かっこよかったですけど、少しポーズをつけるだけでさらにかっこよく見えてきました。バズーカを2丁とも手で持たせてみました。バズーカのこの持ち手部分、結構可動域がしっかり確保されているので、ケンプファーの腕の形状上少し持たせにくいかと思ったんですけれども、結構ポージングに自由度を持たせることができました。で、ポージングに集中してたら足場がギリギリに。ビームサーベルも持たせてみました。本
体に比べて武器が重そうかなと思うんですけれども、足の面積がある程度あるからか、フラフラしつつも結構自立することができます。最後にチェーンマインを持たせてみました。この武器を持たせるには躍動感があるポーズを作れることが必須条件な気がします。とっても難しかったです。これだけ動きがあるとプラモデルっていうよりなんだかフィギュアみたいに見えてきます。見た目もいいし、少し前のハイグレードとは思えないクオリティの高いキットだなと思いました。というわけで今回はハイグレードのケンプファーを作りました。ケンプファーは人気の機体だっていうことは知っていたんですけれども、こうして作ってみると立体的に見ることができて、この機体のかっこよさを改めて知れたなと思います。ハイグレードなので仕方がないですが、こういったバーニア部分だったりとかアンテナのシールだったりとか細かいところが塗り分けされていないので、部分塗装をしてウェザリングをしようかな。どうしよう、後で考えればいいんじゃない？そうだね、君はメタリックカラーも似合いそうだしな。迷っちゃいますね。どっちにしろ渋めのかっこいい機体に仕上げたいなと現状では思っています。皆さんだったらどんな風に仕上げたいですか？ぜひコメント欄で聞かせてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。あ、まけ。どこ行ったの？あった。危なかったぜ。ショットガンはお尻のお尻のは良くないかこの溝に挿入じゃないやばい